はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画ではね、進撃のクエ貿易産業。そういえば、進撃の巨人って、アニメこの間終わりましたよね。まあ、全然いいんですけど、なんか、進撃の軽貿易産業とか言ってるんですけど、なんかね、調子に乗りすぎて、なんかこの UAE とか、サウジアラビアになんかこの強気に出ちゃって、まあなんかこの塩塩プーみたいな、どうなんですかね。韓国を信用できないのかみたいな単価切っちゃったらしくてね。もうサウジと UAE のこの皇太子っていうか、なんかこう、半笑いみたいな。信頼ねえんだわみたいなそういう話らしいんでね。とか、あとは、なんだろう、インドネシア、あるいはこのロシア。ロシアじゃない、ロシアだよな。インドネシア、ロシア、折り紙ローソンみたいな。どうだろうな、インドネシアかな。インドネシアにしとこうか。まあいろいろあるんですけど、インドネシア人が最も行きたい国、なんか日米を抑えて、クアン国らしくて、ただこれ調べてるの韓国大使館なんだよね。とかね、あとこのクエ折り紙。さっきは進撃の軽防衛産業でしたけど、折り紙、覚えてます？軽折り紙。ジョン・イ・ジョプキですよね。ロシアの子供たちなんかちょっと気の毒だな、これ。これ折り紙の起源は韓国起源ですからね。壁画に書いてあったんで、絶対っていう例のあれですよ。これまだやってんですね。K ジョン・イ・ジョプキ。名前からしてもうなんか、元からそんなね、伝統ないんだっていうのが、まだわかんないですかね。とか、あとはローソンのね、この間もほら、日本のコンビニのこのね、この韓国フェア、ね、何やってんのって話をちらっとしたと思うんですけど、このローソンの場合はね、まずローソン本体でやりますよね。その後このローソン100。最初ナチュラルローソン、普通のローソンからナチュラルローソン、あるいはこのローソンストア100みたいな。そこでなんかぐる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 この回すらしくて、余計立ち悪いなローソンっていう、そういう話ですかね。ある意味日本のコンビニもちょっとな、まあコンビニに限らずですけども、日本の特にこの外食産業ってさ、やっぱどっか信用できないとこありますよね。全部とか100%とかさすがに言わないですけども。まあ、ある種利用するときはね、それなりに覚悟するしかないのかな、消費者我々の方がね。まあいいや、じゃあ、軽防衛産業からいきましょうか。なんかね、韓国、サウジアラビア共同声明が先月採択されたっつってんですけどね、両国が防衛産業を含む全方向の協力を強化するという内容に、ミスター・エブリシングがサインしたっつってんですけど、中東の名手が、軽防衛産業に注目していると。イスラム圏メディアでは、サウジアラビアが隣国の UAE に続き、天宮2の購買を控えているという報道があったと。複雑な国際政治地形を突破して中東の空を守ることになった軽防衛産業の技術力と外交力を見てみよう。天宮ってあれかな、アイアンドームの劣化コピーじゃなかったっけこれ。進撃の軽防衛産業がまた大ヒットする勢いだと。だからそれ適当に日本パクるなっつうの。昨年これ日本のマスコミが書いてるんじゃないな、中央日報だよな。で、昨年ポーランドで、大規模な契約をしたのに続き、サウジアラビアでも大規模な契約が控えていると。ユン大統領が先月サウジ、カタールを国賓歴訪したのがきっかけだと。ユン大統領は先月24日、サウジのリヤドで、ムハンマド・ビン・サルミン皇太子と、韓国サウジ共同声明、を採択し、全方向での協力強化を明らかにしたと。全方向での協力には防衛産業が含まれていると。これに関して、チョ・テヨン、国家安保室長は先月26日、メディアとのインタビューで、サウジに対する、防衛産業輸出規模について、規模は非常に大きいと明らかにしたって言ってるんですよね。
まあ、この後もああでもないことも続いているんですけどもね。まあ、なんか、無理っしょ。だって信用と信頼でしょ。ね、突然湧いて出るもんじゃないと思いますけどね。まあ、なんだろうな。なんか嘘をつくと信じてますけどね。だって韓国をそもそも一番信用も信頼もしてないのは、この韓国そのもの、韓国自体が信用してないじゃん、韓国を。ね。だって韓国民が韓国民互いに信用も信頼もしていないのに、ね、そうじゃない他者に信頼を強要するってどうやんのね。まあでもいつものね、UAE もサウジもそんなこと言ってないっていうパターンじゃないですかね。信用も信頼もね、このなんか続けることで積み重なっていくものだと思うんですけど、その辺がやっぱり価値を置いてないからね。天球の中身は知ってましたっけ？ロシアの S300 ってやつですよね、確か。で、SAM ですよね。カタログスペック詐称。まるで使い物にならないと思いますけども。ね、まあ、しょうがないかな。信頼しろっていう方が無理があると思いますけどね。確かポーランドで、ね、大規模契約とか言ってましたけど、金払ってもらえずに頓挫してたと思うんですけどね。ね、逆に聞きたいですよね。どこにこの信用、信頼できるポイントがあるんですかね。まあ、謝罪と賠償を延々おかわりしてくる国はね、そうそうないんでね。じゃあちょっとインドネシアの話も見ておきましょうかね。なんかね、世界最大の、まあ、これはね、ちょっとね、歓迎できる話だと思うんですよ。ね、日本じゃなくて、アメリカじゃなくて、ね、韓国に行きたいっていうんだったら全然いいですよね。インドネシアの人だしね。いや、もう、どんどん行きましょう。ね、日本に来るんだったらもう、韓国に行きましょうって、そういうことですよね。なんか、どうやら、ね、ざっとこの記事見ると、観光っていうよりは仕事ですかね。日本よりも、ね、世界でもなんかもう給料が高いと。だからより短期間で、ね、この稼ぐには、ね、日本とかアメリカとかじゃなくて、要は出稼ぎに行くならどこの国っていう調査が一番近いですかね。旅行じゃなくて、仕事、出稼ぎ目的だったら韓国がいいんじゃねっていう、そういうなんか、データらしいですね。まあいいじゃないですか。ね。みんなでインドネシア、ね、日本じゃなくて韓国に行きましょう。ちなみになんですけども、ね、去年のこのインドネシアの、この渡航先ランキングですかね。だから全部ひっくるめた。ね、勉強にしろ、仕事にしろ、全部ひっくるめた。観光にしろ。まず1位がサウジ。で、2位がマレーシア。3位がシンガポール。タイ、4位がタイ。5位がトルコ。6位で日本が出てきますね。で7位がアメリカ、8位がオーストラリア。で、9位に韓国、10位が中国っていうことらしいですよ。去年がね。まあでもそれでもほら、ね、韓国行きましょう。もう日本は県外に飛ばしてもらっていいですよ、インドネシア。ね。ただでさえもうめんどくさいんだからさ。ということで、じゃあ続き後半は何かな。軽折り紙か。軽折り紙とね、このローソンのこの韓国フェアの話でも見ていきましょうか。今回は以上です。